4時ホビルームメイトの皆さんこんにちは。4時ーズホビールームの4時です。ご報告ですが、この度チャンネル登録者数1万5000人を突破いたしました。多くの方にご覧いただいて嬉しい限りです。ありがとうございます。これからも4時ホビをよろしくお願いいたします。というわけで、前回の動画に引き続きマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期の徹底回収、胴体の回収に挑みます。今回は今までに増して汚れがひどかったので、しっかり洗浄して改造に移りましょう。改造。それではいつものやつを皆さんご一緒に。着想。腹筋のようにも見える細かな外装の分割や、チラ見えするサイコフレームがなんともかっこいい胴体ブロック。全体的に複雑な作りですが、これ12年前のキットなんですよね。まずは腹部ブロックから。スラッと長い脚部に合わせて胴体は延長していきます。延長する場所は胴体と腰パーツをつなぐところ。ボールジョイントをホビーソーでカットします。切り残しがあるので、新しく導入したオルファの平刃型デザインナイフでカットします。スパッと綺麗に切れるのはもちろん、ビットブレードを多用する4時ホビにはかなり使いやすい形状で、今後も出番が多そうなツールです。しかしよく切れるがゆえ、深く切ってしまうことがあるので、これは慣れる必要がありそうです。底面側には 1.2mm プラ板を3枚貼ります。厚みがある状態でのカットは大変ですし、怪我のリスクもあるので、1枚貼るごとに形を整えて貼っていきます。正確に切り出してから貼った方が綺麗なんでしょうけど、4時ホビそういうのできないんで。次にボールジョイントをつけるところですが、そのまま接着する場合は強度が不安ですので、穴を開けて埋め込んでみようと思います。リューターで穴を開けて 3.6mm 延長したボールジョイントをつけてみます。最終的には接着するんですが、ダメ押しで真鍮線を2本セットしてジョイントの強度確保完了。巨体ですし、ファンネルもマウントするので、これくらいガッチガチにしておけば安心です。続いて外装。ここも延長する必要があるので、フレームを延長した分プラ角材を貼って形を整えます。一旦取り付けてスタイルをチェックしてみます。魅力的なくびれではあるんですけど、逆三角形のマッチョ体型を目指すべく、側面を斜めにカットしてプラ板を貼ります。これで腹斜筋カット成功。腹斜筋で大根おろしたい。理想的な腹斜筋を手に入れたニューガンダムさん。しかしなかなか幅がある腰パーツから急に細い腹部につながるのでは、説得力的にもシルエット的にも不自然に見えそうなので、両サイドにプラ材で段差を追加しておきます。これで違和感がなければいいのですが、腰パーツはもうしまってあるので、完成時にはどう見えるのか期待しましょう。なんか服洗いやってる気分です。続いてこの可動部分ですが、ファンネルをマウントさせた時に後ろに沿ってしまうのが気になっていたので、2層構造になっている外装を接着してストッパー代わりにします。次にまっさらな部分はディテールを足していきます。ここはあまり目立たないところですし、行き当たりばったりですが、思いついた限りのディテールを追加していきます。こういう時はほぼ手癖で、ワンパターンなデザインになりがちなので、レパートリーを増やしたいところです。この勢いで他のエンプティエリアをディテール追加していきます。マスターグレードクラスで、しかもニューガンダムはサイズもでかいので、当然ハイグレードに比べてモールドのないエンプティエリアも広くなるんですが、バランスを見ながら違和感のないようにディテールを追加することを心がけています。しかしほぼ隙間恐怖症の4時ホビ。この空白を埋めたい欲求を我慢しつつ、じっくり考えて自分の中の最適解を見つけていきます。おや？どこか見覚えのある顔？というわけで、腹部ブロックのビフォーアフター。次は胸部ブロックの回収に移ります。4時ホビ
まずダクト上の外装は側面に 0.5mm プラ板を貼り付けてボリュームを出します。思いっきり貼るところ間違えたので一ペがしました。この程度ならヤスリですぐカバーできますので、表面処理ついでにお直し。タミヤセメントが完全に乾いたら筋彫りを追加します。乾ききっていない時に筋彫りをするとぐにゃっと線がずれたり、溝の深さにムラが出るんですよね。面出しした時にパーツを接続する爪の大半を削ってしまったので、ご覧のようにプラプラ。いい具合にスペースも見つけたので、ネオジム磁石を設置してみようと思います。設置する場所にドリルビットで穴開けします。開けた穴にネオジム磁石を装着して、裏側から瞬間接着剤で固定します。外装の方は穴開けできるほどの厚みがなかったので、そのまま接着します。ポンとつけただけでは強度が心配ですが、多分大丈夫でしょう。こちらのダクトパーツ、左がセコー5のもの、左右で違いが分かりますでしょうか。それでは実際に見てみましょう。まずダクトのフィン1枚1枚の間に角度をつけて、刃先 0.3mm で筋彫り。溝を掘る角度で見え方がかなり変わってきます。次に角を削って面出し、シャープな雰囲気にしていきます。たったこれだけなんですけど、緻密さが増したように感じます。合わせてダクト下の外装にも角に面出しして筋彫りも追加。筋彫りに沿って彫り込んで段差を作る。こうすることで立体感が出ます。今度はこの下の部分のエンプティエリア、隙間を作ってサイコフレームを露出させる表現も考えたのですが、より緻密な雰囲気が出せそうな椎茸モールドをチョイス。次に首元のここ、広大なエンプティエリアになっていますが、去年ぐらいにディテール練習がてらにプラ材からこんなパーツを作ってみたのですが、これを埋め込んでみようと思います。位置が決まったらパーツの大きさに合わせてひたすら彫り込む。がむしゃらに彫っていたら裏側を貫通するところでした。危ねえ。パーツをはめてみるとこんな感じ。あとはこの自作パーツ周辺に細々とディテールを追加して、できるだけポン付けされている感を抑えて説得力を持たせたら次へ。肩のパーツですが、フレームと外装のパーツが擦れて塗装が剥がれてしまいそうなので、フレームと外装の間にスペースを確保します。最後にディテールをちょい足しして外装も完了。ご覧のようにスペースもしっかり確保できたので安心です。次に脇あたりのダクト、ここも何かしたいところですね。というわけで中心に穴を開けて削り込んで薄くして、両サイドに溝を掘ったらプラ角材をはめ込んで、接着剤を流し込んだらダクトフィンの出来上がり。そしてこのエアロのような突起ですが、1本だけ発火して少し曲がっていますね。落とした覚えはないのですが、この10年で度重なる引っ越しなどもあったので、どこかで曲がってしまったのでしょうね。発火はヒートガンを当てて直せたと思うのですが、ヒートガンがないので、さすがに危ないので、携帯可能な高火力小型バーナー、通称ターボライターで少しずつ熱を加えて形を戻します。直接火を当てないように注意します。だいぶギリギリを攻めすぎたので、隣のエアロが溶けました。4時ホビに火を使わせると何かしらやらかすのですが、皆さんも火を扱う際は十分に気をつけて作業しましょう。というわけで溶けたところも直せたので、胸部ブロックは完成です。4時ホビ。最後は頭部ユニットですが、動画の尺が長くなりすぎてしまいそうなので、個人的に重要だと思う部分をご紹介します。まずはヘルメットの合わせ目。段落ちモールド化しても良さそうですが、今回は消してみます。頭頂部は独立させて上からカポッとかぶせる感じでいきますので、干渉する部分をカットします。後頭部との内角部分を筋彫りで当たりをつけてからホビーソーでカット。メインカメラも切り離しておきます。バルカンは複雑な切り方をしていますが、露出するのは重工だけですので、ご覧のように飛び出ているところだけカットすれば大丈夫そうです。塗装の後にこのようにはめ込んで接着します。頬の部分もカットします。後頭部もダボ穴がありますし、
頬にも爪がついていますので、ここまでバルカンとメインカメラ以外接着剤不要で組み立てられます。あとは頭頂部の前後を接着してヤスリで削って合わせ目を消します。うっかり組み立てているところを取り忘れてしまったのですが、組み立てるとこのようにつなぎ目のところに立体感がないというか、なんというか、いつものあれで簡単にごまかせます。そう、困った時の面出しです。施工後はこんな感じ。間違い探しぐらい分かりづらいですが、艶消しまで拭けばここに陰影がついて立体感が出ると思います。あとは細々した筋彫り、よじほび流の筋彫りデザインの決め方ですが、ポイントは端から端、それから角と角をつなぐ、そして細い線を2本彫ったら1本は太い線を追加してアクセントをつける。実際のマシンをメンテナンスすることを想像したりしてって感じで話すと長くなりそうなので、需要があれば動画化するのもありかなとか考えてます。最後は頬のこの部分、筋彫りなどで奥行きを出しました。これで全ての回収は完了したので塗装に移りましょう。全塗装。塗装前にサフを吹いて最終チェックを行います。切って貼ってを繰り返す改造ではこのように溝や穴が高確率で発生します。白いパーツなんかは特にサフを吹かないと気づかないようなところも多いので、この工程はマストで行います。溶剤で溶いたラッカーパテで穴を埋めて修正が済んだら全塗装へ。いつも通りメタリックの塗装から、下地には光沢のある EX ブラックを塗装してから、今回のメタリック1色目はスーパークロームシルバー2。蛍光カラーの下地やメッキに近いシルバーを塗りたいパーツはこのカラーで塗装します。続いてスターブライトゴールド、ブレードアンテナなど成型色がイエローのパーツを塗装しました。続いて蛍光イエローグリーン、サイコフレームの輝きや各種カメラ類の光の表現に塗装しました。蛍光色続きで蛍光ブルー、コックピット内のオールビューモニターの輝きをこの色で表現します。続いてタミヤエナメルブラック、後ほどエングレービングできるようにツインアイ全体に塗装しておきます。続いて鉄道模型用からダークステンレスシルバー、フレームの色分けはいつものこの色で。続いてパールカッパー、アクセントとして部分塗装をしました。そしてフレームの大部分にガンメタル。ここまででメタリックカラーの塗装は完了ですので、外装の塗装に移ります。外装1色目、中二秒間マックスで命名したよじほびブラッディレッドで顎の部分やコックピットハッチを塗装しました。次はエバレット、ホワイトの外装に取り付けるカラーチップをこの色で塗装。カラーチップつながりでよじほびグリーン、蛍光色に塗装したパーツが密集している胴体ですが、黒系のパーツは光らせるほど主張はさせたくないけれど、アクセントカラーとしてのグリーンが欲しくなるのでこの色で塗装します。続いて黒系1色目はエヴァダークグレー、色分けのためにしっかりマスキングをして2色目ニュートラルグレー5。最近黒といえば下地以外はだいたいこのカラーで塗装している気がします。最後は全体をヘキサブラック。この3色で色分けすることで遠目から見るとネイビーだけど、近くで見るとネイビー以外の3色で色分けされている。例えるならモザイク画のようなイメージで塗装しています。次は白系の外装、いつも使っているニュートラルグレー1から3まで、そしてミリタリー感をプラスする FS36622 グレーの4色。こちらも黒系と同じような手法で塗装しています。色の数が多いので好みは分かれますし、マスキングは大変だしツールクリーナー泣かせなところもありますが、うまくいった時の感動も含めてかなり楽しい工程の一つですので、ぜひお試しください。最後はエアブラシではなく筆塗りでコックピットとアムロシを塗装します。アムロシは全体をニュートラルグレー1で塗装してありますので、まずヘルメットのガラスをオレンジで塗装します。次に胴体の赤いラインはエバレットで塗装。
足のホルスターや細々した黒い部分をヘキサブラックで塗装します。ここまでの3色にオレンジを継ぎ足してブラウンを作ったら背もたれに塗装します。ちなみに操縦席全体はヘキサブラックで塗装しています。ゴッドハンドさんの面装布で S に持ち替えてヘッドレスト両サイドの丸いモールドをグリーンで塗装します。ここまでで塗装は以上ですので仕上げに移ります。仕上げ。墨入れから作業していきますが、いつも通りの工程なのでここはカットします。今回はツインアイをエナメル塗料で塗装したので、墨入れの拭き取りついでにエングレービング処理します。溶剤でカメラアイに付着した塗料を拭き取って、その下に塗装したグリーンを露出させます。最近のキットではハイグレードでもツインアイが別パーツになっているキットもあるので、時代の変化を感じますよね。次にデカール。こちらのキット付属デカールは文字部分がブロックになっていて使いどころに困っていたのですが、いいことを考えました。一番サイズが小さいものをコックピットのモニター下に配置します。どうでしょう、ボタンのように見えませんでしょうか。すべて組み立てたらこれを見る機会は。デカール貼りまで終わったらカラーチップをボンドで接着します。ブラ材を蛍光ブルーで塗装して作ったモニターもコックピットに接着します。組み立てたら見えなくなるので UV ライトを当てて見納めておきますか。この後艶消しを吹いて外装のメタリック部分のマスキングを剥がします。並行して残りの自作メタリックパーツなども接着。これで全ての工程が完了しましたので最終組み立て。組み立て。実はパイロットを含めてコックピット内部をここまで色分けしたのは人生初の経験。なんとも名残惜しいのでもう一回見納めておきましょう。 UV ライト照射。なんも見えねえ。さて全てのパーツを組み立てたらマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期胴体の完成。というわけでビフォーアフター、台座にしているマスキングテープを見てもらうと分かりやすいのですが、黒系のパーツは照明の関係で少し白っぽくなっていますが、実物はもう少し暗めのカラーに仕上がっています。胴体の延長でスタイル変更をしたので腹部周りの雰囲気は結構変わったのではないかなと思います。ただ腰ブロックと接続した時に違和感がないか不安が残りますが、まあそれはそれで味になるというものです。ガンプラも日々進化していますが、同じくガンプラビルダーも毎日成長し続ける生き物。ここまでニューガンダムを長い期間制作していますが、第1弾の足首との作風に落差が出るのも良くないので、抑えるところは抑える。今回の限界改造プロジェクトは特殊な制作方法で進めていますので、後戻りできない以上、特にこれを意識しながら最後まで駆け抜けていきます。ちなみに接着してニコイチにしたコックピットブロック横の外装が割れました。今4時ホビは自我を保つのに精一杯です。というわけでニューガンダム限界改造プロジェクト、今回は胴体編をお送りいたしました。残すは腕パーツ、ファンネル、武器類とじわじわと完成に近づいております。皆様からの温かいコメントをいただいてかなり気合が入っておりますので、後半戦にもご期待ください。割れてしまったパーツに関してはもしかしたら作り直しもあるかもしれませんので、そこにもご注目いただけると幸いです。前回の動画のコメントでフロントアーマーのフレーム部分の延長箇所についてご質問をいただきました。延長したのはこの部分、ジョイント受けが真っ二つになったので強度確保にかなり苦戦しました。
ここはあまりおすすめできない場所なので、もうちょっと下のくぼみがある部分とかにしておけばよかったかもしれません。コメントありがとうございました。そんな感じでご質問も含めて皆様のコメントをお待ちしております。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! ヨシソビルーム